おはようございます。ケンです。今日は日曜日ですので、1週間のテスラを振り返っていきたいと思います。株価、FSD、中国、ヨーロッパ、ロボタクシー、サイバーキャブ、メガパック、そしてリコール。今週も盛りだくさんでしたが、整理していきたいと思いますので、ぜひ本日も最後までご視聴ください。まず、今週のテスラ株です。テスラ株は400ドルの壁を突破した後、一時450ドル付近まで上昇しました。それはかなり強い動きでした。ただ、その後は利益確定売りも出て420ドル台まで調整しています。ここで大事なのは450ドルで失速したことだけを見てすぐに弱いと判断しないことです。急騰した後に一度調整するのは自然です。今見るべきポイントはどこで下げ止まるかです。420ドル付近で踏みとどまるのか、それとも400ドルから407ドル付近の重要サポート帯まで押すのか。400ドルは前回まで大きな壁でした。そして200日移動平均線もその近くにあります。つまり400ドルを今度はサポートに変えられるかどうか、ここが今のテスラ株を見る上で一番大事なポイントです。次に今週の中心のテーマは FSD です。今週は中国、ヨーロッパ、そしてソフトウェアアップデートの面で FSD にいくつかの動きがありました。まず中国で監視付きの FSD が前進したというニュースです。中国はテスラにとって非常に重要な市場です。ただし中国には BYD、シャオミ、シャオペンなどかなり強い競合がいます。価格だけで勝負をすると利益率はどうしても削られます。だからこそ FSD のようなソフトウェアで差別化できるかどうかが重要になります。ただしここは冷静に見る必要もあります。これは完全自動運転が中国で解禁されたっていう話ではありません。あくまで監視付きの FSD です。つまりドライバーが常に監視する必要があります。それでも中国で FSD が前に進み始めたことはテスラにとって大きな意味があります。そしてヨーロッパでも動きがありました。監視付きの FSD がリトアニアで展開され、オランダに続いてヨーロッパで2カ国目となりました。リトアニアという市場の規模そのものよりも大事なのはヨーロッパで FSD が使える国が少しずつ増え始めたという点です。ヨーロッパは規制が厳しく FSD の展開が進みにくい地域でした。その中で一国また一国と展開が広がっている。これは小さく見えても重要な前進です。さらに欧州とイギリスでは FSD の買い切りオプションを終了し、サブスクリプションに移行したと報じられています。これは投資家目線ではかなり重要です。FSD を一度売って終わりの商品ではなく、毎月使ってもらうサービスに変えようとしている可能性があるからです。もちろん、すぐに大きな売り上げになるとは限りません。ユーザーが毎月お金を払ってでも使いたいと思うだけの価値を感じれるのか、ここが今後のポイントです。そして FSD のバージョン 14.3.3 でも細かい変化がありました。アクチュアリスマートサモンの速度の改善、ドライバー監視の警告頻度の減少、グロック音声コマンド、そして介入回数カウンターです。この中で僕が特に面白いと思うのは介入回数カウンターです。なぜなら FSD の進化を感覚ではなくって数字で見られるようになるからです。今日はほとんど介入しなかった。この道ではまだ介入が多い。こうしたことが見えるようになってくると、オーナーにとっても FSD の成長を実感しやすくなります。FSD は一気に完成するものではありません。こうした細かい改善を積み重ねながら日常で使えるものに近づいていく。今週のニュースからはその流れが見えました。次にロボタクシーとサイバーキャブです。今週はロボタクシー関連でも前向きなニュースと注意すべきニュースがありました。一方ではロボタクシー向けの運用拠点やメンテナンス体制の整備が進んでいるとも報じられています。これはテスラがロボタクシーを実際の運用に向けて準備している可能性を示しています。一方で、オースティンで低速の衝突事故が報告されたというニュースもありました。乗客は乗っておらず、低速での事故だったとされていますが、これは無視していい話ではありません。ロボタクシーは技術だけでは成立しません。安全性、規制対応、
事故が起きた時の説明責任、社会的な信頼、これら全部が必要になります。つまりロボタクシーは夢の話ではなくなってきて一方で、現実の運用課題も見え始めたということになります。サイバーキャブについては1マイルあたり 165Wh という高い効率が話題になりました。この数字はかなりインパクトがあります。ただここで大事なのは、単に燃費がいい車っていう話ではないことです。サイバーキャブは個人がたまに乗る車というよりは、長時間走り続けることを前提にした車です。そう考えると、1マイル走るために必要な電力が少ないことは、事業の採算性に直結します。ロボタクシーでは車両価格だけではなく、電力コスト、稼働率、メンテナンス、規制対応が重要になります。サイバーキャブの効率はその中でもかなり重要なピースです。ただし、効率がいいということと商用運用で成功することは別です。量産できるのか、規制をクリアできるのか、実際の道路で安定して走れるのか、ここは引き続き見ておく必要があります。一方で今週はテスラの課題も見えました。モデル Y ではリアビューカメラ関連のリコールや認証ラベル欠落によるリコールが報じられました。リコールっていう言葉だけを見るとかなりネガティブに見えます。ただ内容を分けてみる必要があります。リアビューカメラの件は主にソフトウェアアップデートで対応される内容です。一方で認証ラベルの欠落は実際に車両を確認してラベルを貼るという物理的な対応になります。どちらもブレーキが効かないとかバッテリーに重大な問題があるといった種類のリコールではありません。ただし軽く見すぎるのも違います。特にラベル欠落の件では品質管理だったり検査体制に気になる部分があります。またカナダのモデル3プレミアム RWD では加速性能の表示が短期間で何度も変更され、購入者の間で不満が出ています。テスラは変化が早い会社です。それが魅力でもあります。でも価格、性能、保証内容のように購入判断に直結する部分についてはもっと丁寧な説明が必要だと思います。最後にテスラエナジーです。今週はテキサスのソーラー工場報道やメガパックの大型案件もありました。特にメタとエンブリッジが関わる大規模エネルギープロジェクトでテスラメガパックが採用されるというニュースは重要です。今 AI データセンターの需要が世界中で増えています。 AI を動かすためには膨大な電力が必要です。そしてその電力を安定して使うためには蓄電システムが重要になります。ここでメガパックが使われる。これっていうのはテスラエナジーが AI 時代のインフラに関わっていく可能性を示しています。テスラというとどうしても車、FSD、ロボタクシーに注目が集まります。でもエネルギー事業も静かに存在感を増しています。今後テスラを見るときは車の販売台数だけではなくってエネルギー事業がどこまで伸びているのか、これももうすでにね重要になってきています。なのでエネルギー事業が今後も拡大していくかどうかっていうのはテスラの一つの柱としてしっかりと見ていく必要があります。はい、ではね今週のテスラまとめていきたいと思います。今週のテスラはいいニュースだけの週ではありませんでした。株価は400ドル突破後に強い動きを見せましたが、今は押し目確認の局面です。FSD は中国とヨーロッパで前進し、ソフトウェア面でも日常利用に近づいています。ロボタクシーとサイバーキャブは構想から現実の運用フェーズに近づきつつあります。一方でリコール、品質管理、スペック表示、購入者への説明といった課題も見えました。そしてテスラエナジーは AI データセンター時代の電力需要とつながり始めています。つまり今週の本質はテスラが未来の構想を少しずつ現実に移している一方で、その過程で現実的な課題も同時に出てきているということになります。ここを冷静に見られるかどうかっていうのがテスラを長期で見る上では大切じゃないかなって思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。
追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 422.24 ドルで、今週末が 426.01 ドルということで、上がるが正解です。では、アンケートの結果を見ていきましょう。今回は512票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 61% で、これらの方が正解です。では次にコメントしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが6名の方が正解です。そして連続正解ですが、先週まで正解された方が全員外れてしまいましたので、今は1週のみとなっております。そしてこのアンケートですけれども、4週連続正解された方には今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしています。ぜひ皆さん参加されてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらうということです。株式投資は株価予想などいろいろとあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。